卵を一気に流し入れていきます。で卵が入ったら混ぜます。でこれをひっくり返して、はい、こんにちは、シェフのハベです。今日は基本のフリッタータを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。卵、塩、胡椒、粉チーズ、生クリーム、余ったパスタです。はい、それでは今日は久しぶりにイタリアの基本のフリッタータを作っていきます。でフリッタータっていうのはレストランの料理というかは家庭で食べられる料理の一つで、今日紹介していくフリッタータはですね、僕がイタリア時代に作っていた、ナポリでよく食べられるフリッタータディパスタっていって余り物のパスタを入れるフリッタータをですね、これから早速作っていきます。はい、それではですね、今日この余ったパスタは前日作ったトマトソースの余りです。でこれは卵に入れていくので、できるだけトマトパスタとかラグー系ミートパスタとかですね、濃いパスタの方が卵に入れた時にですね薄まるので、今日はこのしっかりと味付けがついたトマトパスタ、これを卵に入れていきます。では今日卵はですね4つ分使っていきます。で基本的な作りやすいフリッタータの量はだいたい3個か4個ぐらいでやるのがちょうどいいサイズのフリッタータが作れます。であとはもうこの中に調味料を入れていきます。で塩2つまみぐらいと胡椒、そしてちょっとあれば生クリーム大さじ1杯ぐらいと、でうまみのチーズ、これは粉チーズでも大丈夫です。今日はこれグラナパダーノチーズです。これが基本のフリッタータの調味料なので、プレーンでこうやって焼いて食べても全然美味しいんですが、これプラス季節の野菜入れたりとか、余ったパスタナポリは入れたりとか、特にもう決まりはないので何でもこう余った野菜とか入れるのがいいのかなと思います。で混ぜる時にですね、オムレツとかって結構この卵白のコシが切れるまでしっかり混ぜていくんですけど、フリッタータはですね、シェフによって作り方は違うんですけれど、こう混ぜすぎるとですね、コシ切りすぎちゃうと卵の高さがあんまり出なくなっちゃう気がするので、僕はもうこうサクッと混ぜる、これだけです。でこのまだ卵白のこのまだらな感じが残っている状態、これぐらいで止めて、であとは主役の食材です。今日余ったパスタ結構な量入ります。 100g、 120g ぐらいでパスタを合わせます。で今パスタが入った状態なんですけれど、まだこの卵にちょっと弾力がある状態です。これ混ぜすぎてないのが本当にポイントですね。でこれで最初にパスタを入れると、この今トマトのですねうまみもこの卵の液の中に入るので、これもう焼いただけですごく美味しい卵液のベースができたので、これで焼きに入っていきます。今日はですねフリッタータ作る時に一番おすすめのフライパンが、これスーパーで売ってるもうテフロン加工のフライパンで、大事なのは20センチぐらいのこの小さいサイズでやるのがおすすめです。でやっぱちょっとレストランとか本格的になるとスキレットパンとかこういう鉄フライパンで、やりたくはなるんですけれど、卵は結構こういう鉄フライパンとかって焼き込んで油も馴染んでないと絶対にくっつくもう原因、うまくいかなくなる原因になるので、逆にやっぱりフリッタータはこういうテフロン加工のフライパンでやるのが一番形もよく作れます。はい、ではまずはオリーブオイル入れます。でオリーブオイルかなり量が多いです。でフリッタータはですね、僕がイタリアで作ってきたフリッタータは結構こう多めのオリーブオイルでやっていくんですけど、これは別にオリーブオイルじゃなくてもサラダ油でもバターでも何オイルでもやっていただいて大丈夫です。で火をつけていきます。でこれから中火でちょっとフライパン温めていくんですけど、軽くこう周りから煙が上がってくるぐらいのタイミングで卵を入れていきます。
はい、それでは今オリーブオイルの温度が上がって周りから軽く煙が出てきたので、そしたら卵を一気に流し入れていきます。で、卵が入ったら混ぜます。で、こう外側の卵をこう中に入れながら、弱火から中火ぐらいで、もうこれでちょっとキープで油にちょっとこう浮かせながら焼くイメージで火を入れていきます。でここでですね、オムレツとかって一気にガーって混ぜて火を通していくイメージがあると思うんですけど、フリッタータやりすぎてしまうとどうしてもこう高さが出ないぺちゃんこなフリッタータになっちゃうので、混ぜるのはもう本当に最初だけで、この中に火を通していきたいので、ちょっともう焼けてきたら蓋をします。で蓋をする時に、お皿でも何でもいいですけど、お皿置きました。で火を切って、これで5分ぐらい余熱で中に火を入れていきます。はい、それでは今5分ほど休ませていったんですけど、周りは固まってきてて中は軽くまだ半生な状態で、これでひっくり返して、でここがまだちょっとだけこう生なのですぐに戻して、でこっちの部分もですね焼いていきます。でお皿もう一回かぶせて、でこれをひっくり返してすぐに戻していかなきゃいけないので、今日ここからがですね一番の山場ですね。でこれをひっくり返して、ですぐに戻します。はい、それであと今ひっくり返して、この外側の部分をちょっとこう中に折り込むイメージでやっていくと、こうだらっとした部分が中に入って卵に高さが出るので、この内側にこうちょっとやるのがポイントです。で今火をつけて中火ぐらいでつけていったので、最終的に生の部分を表面を焼いたら OK です。でちょっとこうフライパンを揺すりながらやると、オリーブオイルがたくさん入っているのでいい感じにこう卵が滑るんですね。折り込みながら焼いていきます。でもうこっちの最初焼いた部分がしっかり焼き色がついているので、この裏側も焼きすぎちゃうとパッサパサなフリッタータになっちゃうので、もうこれぐらいで今周りちょっと泡が出ている状態で、もう軽く焼いたらこれで盛り付けに入ってきます。はい、それではいただきます。いや、パスタぎっしりです。これはですね、もうめちゃくちゃボリューミーで、僕がイタリアにいた時にずっとまかないで食べてたフリッタータを思い出します。でこの今日の余ったパスタを加えるフリッタータイパスタはですね、ストリートフードでもあり家庭料理でもあるんですけど、結構南イタリアのレストランで働くとまかないで、大体皆さん食べてるのかなと思っていて、僕もですねイタリアにいた時は、このフリッタータが出てくるとまたかというか、もう食べたくないぐらい毎日食べていた料理の一つです。でイタリアだとですね、このフリッタータというのは卵とでパスタが入っているので、要はタンパク源だったので、そこに大体イタリア人は定番でサラダを敷いて、軽いランチというかフリッタータとサラダを食べるみたいな食べ方が定番で、僕もずっとこれ作り続けていたものなので、トマトパスタ余ったものをぶち込んだりとか、とにかく最初にも言ったんですけど、濃い系のパスタが相性がいいので、日本だったらナポリタンもし余ったらこの卵に入れても絶対に美味しいですし、ちょっとミートパスタとかですね、でそれプラスでできることとしたら、あとは軽いチーズソースを作って、ディップのようにして食べるとかですると、なんかちょっとしたホームパーティーとかでも入るような料理になるので、是非いろんな食材を使ってやってみてほしいですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのフリッタータなんですけど、イタリアを代表する家庭料理の一つなので、余ったパスタとか冷蔵庫に余った野菜を炒めて入れたりとかですね、いろんなバリエーションで
作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。